とした食感が得られます。ここからこうですね、大岡山にあります日本料理佐藤の店主佐藤亮介です。今日は恵方巻きをご紹介いたします。こちら、まずこちらが寿司なので、寿司酢です。今日は米酢を用意してます。普通の酢です。これを 50cc、砂糖が 18g、塩が 8g、一応こちらを2合分の材料として用意しております。で、今回その、海苔巻きの中に巻くご飯の混ぜ具として白ごまと丼を一応予定しております。これをご飯に混ぜて、具を巻いていきます。で、具の紹介です。具、まず今日は穴子とエビ、それから卵、この辺を使った恵方巻きにしようと思ってますので、材料は穴子、煮穴子ですね。煮穴子、お酒、砂糖、醤油、たまり、みりんとかなどで、色よく甘めにちょっと柔らかく炊いたものですね。それからエビですね。ボイルしたものです。これは串を打ってボイルするんですけども、ちょっと食感を残すために今日半分に、普通だとこうエビがあって薄い方に切りたくなってしまうんですけども、今日あえて食感が残るようにコロッと棒状になるように切っております。卵焼きは、ちょっと長いまま今日ご用意してますけど、短いものをつなげてもいいと思います。中に混ぜるこちらほじそですね。ほじそといって、しその穂につく実ですけども、よく刺身のあしらいとかになるしその種ですね。なければ大葉でもいいと思います。大葉を細かくちぎっていただいて中に混ぜてもよろしいかと思います。まずこちらに、白いご飯が炊いてるんですけども、寿司飯を合わすにあたり、これは基本的事項なんですけども、寿司酢を混ぜますので、普通の白いご飯のまま食べていい硬さで炊いてしまうと、どうしても、酢を入れると柔らかくなってしまうんで、1割ほど酢が入りますので、その分のお水加減をちょっと減らしていただくことになります。なので、ジャーにこう寿司飯用のメモリがあればそこで合わせて炊いていただけばいいですし、もしなければ普通に白いご飯を炊く分量で設定したところからおよそでいいですけど1割ほどを取ってもらって、あとは普通に炊いていただければちょっと固めに仕上がりますので、そこから合わせた酢と合わせていけばよろしいかと思います。まず、じゃあ寿司酢を合わせます。こちら砂糖です。砂糖、塩です。塩はいろんな塩使われる方いると思うんですけども、今回は精製塩使っております。で、これ酢です。これを入れます。酢はどういうのでも大丈夫なんですか？お酢もいろんな酢があると思うんで、それはお好みでよろしいかと思います。一応一般的な材料ということで今日はこちらで用意しておりますし、あと酢の割合の加減ですね。砂糖とか塩とかも、砂糖がすごい少ないお店だったりとか、それは中に混ぜる具だったりいろいろ組み合わせによるところだと思うんで、そこら辺はお好みにもよると思うんですけども、オーソドックスな感じから、やや甘めなのかなっていうぐらいの設定にしてあります。穴子と卵焼きとかそういった材料がありますので、組み合わせを考えてちょっとだけ、ほんのちょっとだけ甘めにしてあります。塩と砂糖が溶けたら寿司酢の合わせが終了します。で、あとはご飯と混ぜていきます。合わせる時に必ず布巾なら、またはこう今これペーパーを湿らしたものですけど、こういうものをご用意いただくとやりやすいかと思います。ちょうど今炊き上がったところでございます。全部開けたいと思います。開け方いろいろあるんですけど、大体でいいと思います。ガバッと開ける方もいると思いますけどし、ここら辺はやりやすいように。で、大事なポイントとしては、ご飯が熱いうちにやっぱり寿司と合わせないといけませんので、もう開けたら速やかに
合わせた酢を測ったものを入れます。でここでまあ混ぜ方いろんなことを言われる方が多いと思うんですけども、一番大事なのはこのコロッとしたこういう塊を嫌いますので、塊っていうのは味がしないところになるんで、まずこの塊を潰します。と同時に下から上に混ぜるようにして、すし酢を全体に回しながら塊をまず潰すように、で最後はちょっと寄せて、まあよく寿司を切るって言いますけど、こう内側に切るわけですけど、この時もこう立てる方もいるんですけども、まあこの団子を潰すイメージなんで、しゃもじはちょっと横にしながらこう潰すようなイメージで、混ぜるというよりもこの団子をとにかく潰す、そして寿司飯を平らに混ぜるというのがポイントになります。で、先ほど布巾これ便利に使えるんですけども、例えばこう結構飛び散りますので嫌だなって思うんですけども、こういうのでやるととても綺麗にこう取れますんで、お寿司屋さんとかはこのようにやってるわけなんですけども、ちょっと粗熱を取る意味を仰ぎます。そうするとまあツヤが出てくると言われております。今度はひっくり返して再び仰ぎます。でこの時もまあひっくり返す感じですね。下にあるのを上に持ってくる感じです。こういう感じで再び仰いで粗熱が取れたら、寿司飯の完成です。で実際巻く時はあんまりこう冷たくしすぎると逆に巻きづらいですので、一番ベストなのは人肌だと思います。人肌ぐらいだとご飯がちょうどほぐれますし、熱いとダメですし冷たくてもダメということです。恵方巻きにするご飯にちょっとアレンジを加えようと思っております。混ぜ具ですね。ごま、白ごまです。これはちょっと多めに入れます。こちらポンブリです。ポンブリと言いまして、ホウキグサという植物の実、最近だとパックになっているスーパーでも売ってることが多いんですけども、これプツプツとした食感で畑のキャビアとか呼ばれております。これちょっと軽く混ぜておきます。これで、海苔巻きに使うご飯が出来上がりました。で、早速巻いていこうと思います。穴子は一度煮てあるんですけども、できたらこのようにこうちょっと広げていただいて、オーブントースターでいいんですけども並べて、それを一回ちょっと片面でいいんでさっと焼いていただくと一味違います。冷蔵庫から出してそのまま切って巻いてもいいんですけども、それよりかは一回炙って、たとえ冷めたとしても一回温めたものを常温で召し上がっていただいた方が美味しいんで、温まればいいと思っていただければと思います。なので火加減も別にちょっと時間を短縮するために上には上げておりますけど、この辺でやっといてもいいと思います。ただあんまりぬるい中で焼くと今度どんどん水分が飛んでっちゃうんで、ある程度強めの火でさっと、こんな感じです。では巻いていきます。基本的にはだいたいこう海苔があるんですが、まずちょっと見ていただくと分かるんですけど、こう長さが両辺違うんで、この長い方を巻いていきます。でこの巻きすのエンドラインに合わせておきます。でご飯の量をここからここら辺まで、ここからこっちですね、平らに敷き詰めた上で具をある程度ちょっとこんもり乗っけるとちょうど高さが整ってくると思うんで、ここからここまでの長さで巻ききれる具を入れるイメージで巻いていきます。今日 200g です。で先ほど合わせたご飯を置いていきます。置き方としてはちょっと楕円にして端から
ちょっとずつ押さえつけて置いていく感じですね。で多分ちょっと足りなくなってくるんで、これはまた後でこう刺すわけですけど、でここからよくやるのはこう引っ張ってくるんですね。上に乗せといてものを引っ張ってきます。その時にこう手を添えてやるともうここ以上来ませんので、ピシッと角まで入ります。ご飯の並べ方も平らでいいと思います。こちらも一緒です。奥から手前に引き倒してくると勝手にこう平らになるんで、こういう感じです。で最後真ん中を平らに伸ばしたら、で先ほども言ったようにこうご飯が常温だと今のようにすごく広がりやすいんで、上手に巻けるんじゃないかなと思います。で具をのせていきます。先ほど用意したこの炙った穴子ですね、ちょっと巻き目の切り口の都合からちょっと裏返しに最初のせます。この辺はよく飾り寿司とかされる方なんかはご存知か分かりませんけど、平らになるように半分量の穴子を下に乗せよう。エビも間に入れていこうと思います。で大体具としてはやや中心より向こう側寄りになので、このぐらいかな。もうちょっとあんまりこっち側だと巻き足りなくなる。で卵です。これも、ちょっと今日は1本でご用意しましたけど、この向きで置くとちゃんと四角く出るかなと思います。あとは穴子を乗せて、今度は皮を下にして乗せてます。卵を穴子で巻くような感じですかね。この時にだいたいこう丸くこうなってると、その形で海苔巻きが出来上がっていただく、そういうイメージになりますので、この時にちょっと丸くドーム型に筒型にこう整えてあげるイメージにすると、うまく回るんじゃないかなと思います。で今日はしその実ですね。しその実をパラパラパラ。これは香りと食感です。つぶつぶした食感が得られます。それから丼、この辺もどこでもいいんですけど、両サイドいいのかな感じですね。あまりいっぱい入れると負けないんですけど、足りないとそれも面白くない。そうしましたらちょっと整えていただいて、このエンドラインのここ一回ここまで持ってきます。この具のエンドラインのあたりに目指していきます。で一回締めるつもりでいるんですけども、ここからこうですね、これをこの具のところまで持ってきます。今具をちょっと押さえてるんですが、こういう感じです。具を押さえてちょっとこっちを引っ張ることによって締まるんで、ちょっと引っ張ります。で締めたところで離して、あとは倒します。これで、先ほどの海苔白の部分が湿ってくると海苔と海苔がくっつきますので、ギュッと締めて最後この端っこを押さえます。巻き寿司の完成です。では恵方巻きを切っていこうと思います。だいたい8等分です。
まあ、真ん中ぐらいの感じですね。真ん中切ったら真ん中切って真ん中切る感じです。そうすると8等分になると思います。で、切り方、中が崩れるといけないんで、ちょっと小刻みに。で、最後、キュッと切りってあげてください。繋がってると引っ張った時に剥がれて砕けてってしまったりするので、今度半分切ります。その時にこの布巾で必ず1回ずつ濡らすことがとても大事です。包丁が乾いてると破ける原因になりますね。では盛り付けていこうと思います。お寿司ということでしっかり添えておりますけど、穴子ですので、まあ山椒と煮詰め、これを用意しました。煮詰めは食べる際にちょっと必要かなと思います。補足的にかけさせていただきます。まあ、これは飾りになっています。こちらで恵方巻きの完成となります。いただきます。プチプチという食感もあれですし、すごい穴子とエビが合ってますね、これ。まあ、今日は食感を求めるためにエビを入れたんですけども、味で言ったらカニとかでも結構合うかなと思いますね。なのでエビもそうですけど、もしカニがあるようでしたらそういうのでもいいかもしれない。あとこれもただの酢飯よりもこう合わせる方がそうですね、また変わりますね。より一層やっぱりちょっとごまとかも変わってくる。ごまもプツプツしてますので、その辺の食感も一応3種類食感があるので入れた感じです。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。